あ疲れた。ほんと疲れた。もう寝ていい？ちゃんと歯を磨いてからね。それから寝るときは腹巻きもするのよ。クリスタルの戦士は虫歯にならない。寝冷えでお腹も壊さない。ついでに言えば定期的な睡眠も必要としないが、相変わらずだな君は。そう、相変わらずクリスタルの戦士として自覚が足りなさすぎる。うげ、ラナンにジューム。帰ってきて早々あんたらと顔合わせるなんて最悪。あら、二人とも久しぶりね。元気だった？心配無用。多少の疲労はあるけど体調に問題はない。なーにが問題はないよ。そっちも相変わらず愛想のないやつ。事実を述べたまで。やっと任務を終えて戻ったと思えば早速やってやがる。毎度飽きねえな二人とも。そうだね。でもなんか懐かしい感じ。しばらく見てなかったからね。ベリスにセティアも戻ったか？すみません。ルシオもお疲れ。この子たちの相手するの大変だったでしょ？まあ、いや、そうじゃなくて、そろそろちゃんと僕のこと紹介していただけると。お二人と合流してから、もうなんというか、怒涛の勢いで、まともにお話もできてなくて。そういえばそうだったわね。それじゃあ改めまして、私はペレーネよ。水のクリスタルの戦士をやってるわ。で、こっちが闇のラフ。名前だけ覚えてくれればいい。慣れ合いは苦手なの。って言ってるけど、本当は後輩ができてとっても喜んでるのよ。また勝手なことを。では、僕も改めまして、名前はルシオと言います。未熟者ですが、これからよろしくお願いします、先輩方。先輩？私が私は先輩だのなんだの興味ないから。めんどくさいだけだし。耳まで赤くしといてよく言うよね。ルシオ、ラフのやつはな、ああやって車に構えるのがかっこいいって信じてるんだ。精神年齢的にはぶっちゃけお子様だからな。むしろお前が先輩のつもりで温かい目で見守って。いたあったてるラフ、よりによって俺のガラスの腰にあった自己紹介なんかどうでもいいの。そんなことよりルルギアよ。ルルギアを見つけたのか？ええ。でもあいつ国務の力に乗っ取られたんだかなんだか私たちのこと襲ってきたのよ。そういう情報は真っ先に言って。事実だとしたら由々しきこと。光の意志。
どうやらどこもひどい惨状だったみたいだな。いててててて。共通していることは、何者かが国務の力をばらまいていたこと。結果、どの異界でも破壊と混乱が引き起こされた。あとそうやってばらまいた国務の力をなぜかまた回収してたってことね。ルルギアさんは言っていました。これ以上の増幅は見込めないと。国務の力をばらまいて、それを増幅した上で集めている奴がいる。私たちの前に現れたあのビーガとかいうガキもその一人。私が行った異界ではさ、そういうまともに会話ができる相手はいなかったよ。なんていうのかな、みんな魔物の亜種みたいで。同じくだ。なんでまたアードラ大陸にだけそういう敵が現れたんだ？敵か。さしずめ国務の使徒とでも呼称すべきかな。国務の力をばらまき増幅するのは何か目的を達するための手段と見て間違いないだろう。そうだね。何にしろ国務の力であちこちの異界が汚染されるのは防がなきゃだし。だが国務の力が発生している異界はさらに増えているんだろ。こいつは血と骨だぜ。クリスタルの戦士に泣き言はいらない。光の意志、指示を。ちょっと、また私たちがアードラ大陸の担当なの？うわ、何その貧乏くじ。そういうことであれば僕もラフさんと同じですよね。ラフさんがどうしても嫌だとおっしゃるなら、代わりに僕がアードラ大陸に。ルシオくん、いいのよ、気にしないで。まあ黙って見てろ。そろそろお約束の展開になるから。あ、はあ、かったるいってばやってらんないわね。なんで私がまたこんな目に遭わなきゃいけないのよ。本当にめんどくさい。い。クリスタルの戦士になんてならなければよかった。仕方ないわね。分わかったわよ。もうやればいいんでしょ。やれば。なあ言った通りだろ。ここまで来ると様式美だよね。なんか見ないと落ち着かないっていうか。結局使命を引き受けるのは変わらないのに、なぜ毎回こう非効率な。理解できんよ。それじゃあ今回もお仕事を頑張りましょうね。もうやめて、そういうのやめて。さてと、見るものも見たし、仕事だ仕事。私とラフちゃんがアードラ大陸に向かうのは分かりましたけど、
いつのどこへ向かえばいいのか教えてください。はいはい。ほら、じゃあ行くよ、ベレーネ。今回も二人きりね。私嬉しいわ。本当に任務が嫌なわけではないんですね。むしろ頼られると張り切っちゃうタイプ。気にするだけ無駄。いちいち真に受けなくていい。その時間も無駄。難しい。ここが目的地みたいね。やっぱりここでも国務の力が発生しているのかしら。してるんじゃない？っていうか、してるよね、間違いなく。どうしてわかるの？だってほら、いきなりヤバい気配がする。魔物の群れの中に来ちゃってるし。あらあら、今回もなんだか忙しくなりそうね。あらかた片付いたかな。しかしこの国務の力ってのはマジで厄介ね。こんな魔物がたくさん増えちゃうだけでもこの大陸の人たちは困っちゃうわね。しつこい魔物どもだね。おちおち食事もできやしないじゃないか。前にもこの辺通ったけど、街道筋にこんなヤバい魔物いたっけかな。あら大変。あっちで誰か魔物と戦ってるわ。女の子み何？助けるの？助けないの？そうは言ってない。誰かのピンチは見過ごせないラッチャ。素敵。こんばんは。お二人とも今日はいい月夜ですね。なんだ？私はベレーネと申します。こんな月夜にふさわしい静けさを取り戻しに参りました。ペレーネって私のことは変な子だのなんだの好き勝手言ってくれるけどさ、あんたの方も大概だからね。絡み方だいぶ間違ってるの気づこうね。おい、あんたたち誰だか知らないけど状況分かってんのかい？うん、まあ一応そこのホワホワしゃべりが言ったよ。苦戦してるなら加勢するって。そうかな、言ってなくない？だよね。ほら間違ってた。ごめんなさい。じゃあこれなら分かってくださるかしら。えい。えぐ一撃。それもあの細腕で。
ったの？私とっても強いんです。なのでお手伝いさせてもらってもいいでしょうか？いいよ、面白そうだし、もっと見せて。ちょっと。でもまあ楽できるならいいか。ただしお金は出ないからね。なんだかまだ信じられないけど、魔物はきれいさっぱり片付いちゃったね。本当に強いんだね。驚いたわ。あたしルアーサ、あんたはペレーネだっけ？はい。そしてこっちにいるかわいいラフよ。私はビクトラ。ルアーサと二人で、なんていうの？放浪の旅？そうそう、女二人気ままに旅から旅へってね。目的地も決めずに？あら、そういうのも楽しそうでいいわね。この間までえらい寒い雪国にいたからね。ちょっと暖かいところに行こうかとは思ってるけど。ふーん。ま、寒いより暖かい方がいいのは私も賛成。でもここちょっと街道から外れてるよ。旅するにしても歩きやすい方が良くない？ああ、もう今夜はキャンプしようって準備してたところだったから。あ、そうだ。よかったらちょっと寄っていかない？そうね。金は出せないけど、助っ人の礼代わりに食事ぐらいは用意するわよ。ああ、どうしましょう。ラフちゃん、お言葉に甘えてお呼ばれしちゃう？ラフちゃん、どうしたの？あっちに見えるのは街の明かりか。ラフちゃんってば。なんか警戒されてる？別に追いはぎなんかしないよ。見たところあんたたちそんなお金もなさそうだし。そうそう、裏切り上等は私たち。別にそんなこと気にしてないし。ま、食事くらいなら。お肉ある？でっかい獲物を仕留めたんだ。ラフちゃん、はしたないわよ。決まりね。さあ、こっちよ。人のこと言えないけど、女二人連れでキャンプね。すぐ近くに町があるのに、どんな安宿だって野宿よりはマシな気がするけど。お腹いっぱいです。すっかりごちそうになっちゃってありがとうございました。一
一人でほとんど丸ごと食べたね、あんた。まあいいけど。ラフの方はもういい？お茶飲む？平気。それよりさ、一つ聞いてもいい？あんたたちすぐそこに大きい町があるのに、なんでこんな場所で寝泊まりしてるの？何？私なんか変なこと聞いた？ラフちゃん、人にはそれぞれ事情があるものよ。いや、そんなんじゃない。なんていうの？あの町はおかしいのよ。居心地悪いんだよね。ずーっと首筋の産毛がチリチリする感じ。わかる？治安が悪いとか？汚いとか？その逆。街は綺麗だよ。住んでる人も優しい。あら、じゃあどうして？良さそうな街に聞こえるけど。不自然なのよ。だって今は大陸中が戦乱の嵐の真っ只中。どこの町も多少は荒れて不穏な空気が漂っているのが普通でしょ？そういう雰囲気が全然ない。よっぽど人徳ある領主様がいらっしゃるとか。領主も代官もいない。代わりに聖女がいる。そいつが町の支配者。聖女？うわ、急になんかうさんくさくなってきた。いい顔してる。私たちちらっと見ただけで町を出ちゃったんだけど、その聖女がすました顔で街を歩いてるとね、町の連中が我先にと群がってくるの。それでそいつらと来たら信じられないことに、その聖女に進んで金目のものを差し出すんだよ。汽車でございます聖女様、俗欲は捨てますので救いとお導きをって。聖女様が貢ぎ物を受け取ると、みんなそれだけで満ち足りた顔になっちゃって、聖女様に言われるままにニコニコ顔で町のゴミ拾いとかしちゃうわけ。ああ、思い出しただけでも虫唾が走る。なるほどね。それは確かに気持ち悪いかも。せいぜい気をつけるわ。じゃ、ペレーネ、そろそろおいとましようか。そうね。それじゃあお二人とも、私たちはこれで。お肉美味しかったよ。そう。もう行っちゃうんだ。もう少しあんたたちの話も聞きたかったんだけどな。よしなよルアーサ。引き止めて悪かったわね。あんたたちも道中気をつけて。国務の力の魔力を察知した場所に謎の聖女現るって。そうね。調べてみないといけないわね。それはそうとして、ラフちゃん、あの子たちの前ではかっこいいしなかったわね。つまんないとこ見てるな。あんたが一人でほとんど食べちゃって変な空気になってたからよ。あれじゃあ何したってみんなあんたに美味しいところ持ってかれちゃうじゃない。とっても美味しかったわ。
お肉にかかってたのウェスエットの香辛料だったわよね。そういう話してない。ああ、言っちゃった。いいのビクトラ。まごまごしてるとあの二人に出し抜かれるよ。出し抜かれるってどういうこと？私たちがあいつらに？だってあれ間違いなく町に向かうつもりでしょ？いいのかなーって思って。私たちが聖女の話したら思わせぶりに顔を見合わせてたじゃない。ちょっと、まさかあいつらあの聖女が町の連中から巻き上げたブツ？別にこっちも狙ってたわけじゃないからさ。あんたがいいならいいんだけど。ち、その可能性は考えなかった。私としたことが。聖女と町の奴らが気味悪かった。さっさと退散したけど、考えてみれば目の前に儲け話というより金そのものが転がっていたのよね。私別に野宿も嫌いじゃないけどさ、そろそろゆったりお湯に浸かって綺麗なベッドで寝たいかな。賛成。美味しいものも食べたいし。行く？そこなくっちゃ。さあまた面白いことになってきたよ。見てラフちゃん、町の門が閉まってるわ。多分日が落ちると門を閉めてしまうのね。街を囲んでるのは大した塀でもないし、飛び越えちゃう手もあるけど。忍び込んだところで真夜中じゃ街の様子はわからないと思うわ。おとなしく朝を待つしかないか。だったらさっきの二人のところで夜を明かしてもよかったかも。そうね。なんとなく親近感を覚える二人組だったわね。女二人組ってだけじゃん。さて、どっか門を見張れる場所を探してっと。待って、その前にちょっとやることがあるみたい。魔物！こんな町の近くで。っていうかこれまるで町の周りを警備しているみたいね。いよいよ怪しいけど、あまり騒ぎにはできないよ。ささっと静かにやっつけちゃいましょう。結局あの二人魔物を倒した後は夜明けを待ったね。こっそり見張ったりしてないで私たちだけ町に入っちゃえばよかったんじゃない？こんな薄気味悪い町、何があるかわからないんだよ。無理は禁物。このままあいつらに梅雨払いをさせておけばこっちは安全に動けるってものよ。まあビクトラがそう言うならいいけど。あ、
らだよ。じゃ、ちょっとお手並みを拝見させてもらおうじゃない。これギルだったかしら。こんなにあると数えるのもバカらしいわ。それに宝石もこんなに。いわゆる宝の山っていうやつかしらね、これ。こっちは彫刻に絵画、織物、毛皮。こんなものばかりありがたがるなんて、人間ってバカしかいないの？リソル、守備はどうだ？あら、ディアルド。それにビーガまで。何しに来たのかしら？国務の力が集まったのかどうか聞いている。とりあえずビーガよりはたくさん集めたわよ。ほら見て。私のイミテーションコア。真っ黒に染まっているでしょ。国務の力が今にもはち切れそう。リソルのやり方は時間がかかりすぎる。イライラしてくるんだよ。ディアルド、僕にやらせなよ。こんな街一気に絞り尽くして。やめて。これだから野蛮なお子様は嫌になるわ。人の楽しみを取らないでくれる？それに目的さえ果たせれば互いのやり方に干渉しない。そういう約束だったでしょ。下等生物じゃないんだから約束ぐらい守りなさいよ。うざい、うざい、うざい、うざいんだよ。こんなガラクタ集めして自分だけ楽しんでる。それってずるいんだけど。ちょっとあまり乱暴にしないで。人間がそんなものを手に入れるのにどれだけ苦労していることか。敬意を払いなさいよ。敬意をね。来い、リーダー。用は済んだ。念のため人形を置いていく。連中が現れたら使うがいい。はーい、ご苦労様。二人ともまたいつでも来てね。歓迎するわ。嘘つき。そういうのもうざいんだよ。一通り街を見てみたけど、確かに気味が悪いね。なんかみんな笑顔が病的っていうか、張り付いてるっていうか。どなたも本当に親切なんだけど、親切すぎるのよね。それにルアーサちゃんだっけ？あの子が言ってたこともわかるわ。首筋の産毛がチリチリするか。ねえペレーネ、これって。ええ、街全体にうっすらと国務の力が漂ってるのよ。それを感じ取っていたのね。この街が真っ黒だってのは分かったけど、肝心の聖女はどこなのよ。いくら街の様子を見たってそいつに合わないことには始まらないんだけど。聞いた話では聖女様は困ったり苦しんだりしている人を見捨てておけないみたいよ。だから何なのよ。ここは
私たちも困っている人になってみましょうよ。そうしたら向こうから近づいてくるって？雑すぎでしょそれ。物は試しよ。早くしないとまた夜になっちゃうわ。そういうわけだから、ラフちゃん、ちょっとお腹痛くなってくれる？それお腹痛いじゃないとダメなの？せめて私の胸にすくう邪悪な魔竜の細胞片が暴走してとかじゃ。ラフちゃん、わかったわよ。どうしたの？ラフちゃん、しっかりして！ラフちゃん！どうなさったね。何やら苦しんでおられるようだが。ダメ。私に近づかないで。私もう誰も傷つけたく。そういうの今いいから。あ、どうもご親切に。お連れさん、ご病気かい？もともと体の弱い子なんですけど、困ったわ。昨日食べたものが良くなかったのかしら。最低！テレーネ、最低！まあ、すっかり目がつり上がってかわいそうに苦しいのね。それはいけないね。でも安心をし、お嬢さん。この先の聖堂にお行きなさい。今ちょうど聖女様がおいでになっているからね。聖女様？ああ、噂に聞いたことがあります。おお、聖女リソルの孔明はこのような旅の方にまで。ここで声をかけたのも聖女様のお導きやもしれん。わしが聖堂まで案内しよう。お嬢さん、立てるかな？私なんとか。重ね重ねご親切に。でもいきなり押しかけてご迷惑じゃないかしら。聖女リソルはそんな了見の狭いお方ではありませんじゃ。ご心配めさるな。あの方は長年の戦乱で荒れ果ててしまったこの町に町同様にすさみきっていた人々に希望を与えてくださった。失われた絆を取り戻し、邪悪なる者から町を守る術を教えてくださったのです。まあ、それは噂に聞く以上にご立派な方のようで。クリスタル教の司祭様でもないというのに、恐ろしい魔物ですらもあの方の前では子犬も同様、頭を垂れて足元にすがるのです。魔物がねいたたたたたた。ほら、聖堂が見えてきました。もう少しですぞ。中までご一緒しましょう。
ずいぶん大勢の人が集まってらっしゃるのね。ちょうど聖女様の説法が始まる時刻だったようですな。お嬢さん、もう少しの辛抱ですぞ。い。いててててててて。ラフちゃん、ちゃんとやって。いや、もう聖女には会えそうだし、よくない？心清き人々よ、故に悩み苦しむ人々よ。おお、聖女リソル、ありがたや、ありがたや。迷い子たち、不浄で俗悪な闇を追放し、共に正しき道を歩みましょう。清らかなる水のごとく、我を捨て一つところへの執着を断ち、不浄を洗い流すのです。闇は不浄で俗悪。ほほー。人多すぎてよく見えないけど、今さらっと私に喧嘩売ったよね、あいつ。清らかな水の流れが不浄を洗う。なかなかいいことを言ってるように思うけど。何さ、水にだって色々あるじゃん。ドブ川だって水は水だよ。例えよ、例え。それより静かにしないと聞こえちゃうわよ。もうそこのおじいちゃんも周りの人も誰も私たちなんか気にしてないよ。良好じゃ。聖女様のお声を聞くだけで魂が浄化されるわい。んなバカな。目に見える光は偽り、真の光は目には見えぬもの。偽りの光には必ず醜悪でおぞましく不純な闇が潜んでいます。差し出しなさい。そして懺悔を。偽りの光につきまとう闇とともに、あなた方の罪も捨て去りなさい。おお、そうじゃ。まだ我が家にはこんな宝石が、偽りの光を放っておるものが。聖女様、この偽りの光をあなた様の手で清めてくだされ。おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっとダメだよ、そんなことしちゃ。なんじゃ、話してくれ。それよりこの子のことを聖女様に。苦しい、胸が苦しいよ、辛いよ。おお、そうじゃった。皆すまぬが道を開けてくれ。旅人が病で苦しんでおるのじゃ。聖女様のお力で病を取り除いていただかなくては。さあ、お行きなさい。おじいちゃん、いい人、いい人なんだよな。だからこそ。こいつは許せない。見ただけでわかる。こいつは邪悪だ。どうなさいました、旅のお方。連れの具合が急に悪くなってしまいまして、どうか聖女様のお力を。こんな偽りの光を持っていたのが良くなかったのですね。旅の路銀ではありますけど、
このお金はこの子のために聖女様の前に捨ててまいります。良い心がけですね。あなた方の罪は許されるでしょう。さあ、お連れの方、私の前へ病を払って差し上げます。おお、聖女リソルの真なる光の御手だ。実際にこの目で見られるとは。いかがですか？病は払っても旅のお疲れが残っているご様子。聖堂の裏に空き家がございます。そこで休んでいかれるのがよろしいでしょう。それはどうも。聖女様、聖女リソル、奇跡の人よ。万歳。やばい。やばいよ、あいつは。あいつの手が私の頭に触れた時、寒気がした。向こうも私たちが何者か気づいたみたいね。もう国務の力を隠そうともしていなかったわ。くっそー、あの場で仕掛けてやればよかったかな。町の人はできる限り巻き込みたくないわ。ランダルでのこともあるし。だよね。ま、ここはジタバタしないで向こうの出方を待つしかないか。せっかくいい部屋用意してもらったことだし、寝て英気を養うということで。じゃあラフちゃん起きて。なんだか様子が変よ。起きてるよ、さっきから。ものすごい殺気に囲まれてるし。あらあら、こんな時にダジャレなんて。お茶目さん。バカ！外の様子見て、気づかれないように。あれは町の人たちよ。みんな武器を持って。殺せ殺せ殺せ。ペレーネ、あそこ見て。昼間のおじいちゃんが殺されてる。なんであのおじいちゃんが。この老人は邪悪な魔女をこの町に引き込んだ。魔女と通じていたのだ。殺せ殺せ。町の平穏を乱すイブイシは殺せ。むごいこと。魔女も殺せ。あぶれ。聖女リソルの名を汚し、町の絆を断つ魔女は。火を放て。聖女様の祝福を受けた聖なる炎で浄化するんだ。これがあのクソったれ聖女のやり方ってわけ。町の人たちから国務の力が立ち上ってくる。ランダルの時のガキといい、ここのクソ聖女といい、根性曲がりすぎ。ラフちゃんどこへ？見つけて閉める。もうラフちゃん少し落ち着いて。
魔女だ。魔女どもが出てきたぞ。焼け死んでいない。ひるむな。こっちには聖女様の加護を受けた聖なる武具もあるんだ。こうなったら押し囲んで切り捨ててしまえ。俺たちで町を守るんだ。ラフちゃん、分かってると思うけど、この人たちはランダルの時と一緒だって言いたいんでしょ。大丈夫、油断はしてない。ちょっと眠ってもらって、さっさとクソ聖女を叩きのめしに行くよ。あいつは、リソルはどこ？こっちに逃げたぞ。おえおえ。町を悪魔の手から守れ。聖女様をお守りしろ。あの人たちの町を守りたい、平和に暮らしたいっていう気持ちは本当なのね。それをこんな形に歪めて、私も嫌な気分だわ。殺せ殺せ殺せ。邪悪を滅ぼして穏やかな生活を取り戻せ。国務の力が増していく。あいつの本当の狙いはこれだったのね。ラフちゃん、広場の方よ。あっちの方が国務の力が濃い感じがするわ。心正しき人々、勇気を持つのです。悪に屈さぬ強い勇気を。いたわ、あそこよ。何を偉そうに。町の人に腰なんか担がせて感じ悪いのよ。私を邪悪と呼ぶなら好きにするがいい。でもあんたは分かってない。真の闇とはこの世で最も純粋、そして純然たる力。そこには正義も悪もない。全てを等しく包み染め上げるのみ。そう、例えるなら清らかな水の流れすら真の闇ならばせき止めて止めずに。あらあら、実は昼間言われたことだいぶ根に持ってたのね。あんたには本当の闇がもたらす恐怖を思い知らせてやるわ。残念、ちょっとお話が変わっちゃったわね。こいつら聖女様お前にふざけた真似を。なんと恐ろしい。真の闇を名乗るとは。これほどの邪悪な気を放つ者は見たことがありません。あの者らを放置すれば必ずやこの町は滅びの日を迎えることでしょう。このあんた今までそうやって何人の異分子を町の人たちに殺させてきたの？集めた国務の力で何をするつもり？何
けがわからぬことを。魔女め、死ねほら、あんたたちも騙されてるってわからないわけ？耳を貸してはなりません。私の言葉だけが光をもたらす真実。この卑怯者、こっち来なさいよ。正々堂々戦え。まったく何やってるのさ。こっちこっち。早くして逃げ道を塞がれるよ。あなたたちは。話は後。いいからついてきて。どこへ逃げた？必ずあぶり出せ！やばいやばい。見つかるのは時間の問題って感じ。もう、なんなの？いきなり出てきて邪魔しないでよね。ご挨拶だね。囲まれて身動きできないのを助けてあげたつもりなんだけど。助かったわ。ラフちゃんたらすっかり頭に血が上っちゃって。あ、またそうやってペレーネはナチュラルに裏切る。どこへ隠れても無駄だ。犬だ。犬を離せ。嘘でしょ。犬ってあれのこと？どうなってんのよこの町。気づかれたかも。ねえ、なんでもいいけどこれ結構危なくない？多少の危険は覚悟の上でしょ。ここはしっかり私たちの実力を見せておくところ。あら、なんだかわからないけど頼もしい感じ。それじゃあせいぜいアピールしちゃおうかな。それ！やるじゃない。少しは頭冷えた？だったらついてきて。何？ここ立派な建物だけど。ここは町を見捨てて行方をくらませた漁師の館だよ。ここならしばらく安全。安全って建物の中じゃ取り囲まれて終わりじゃない。籠城戦でもする気なの？籠城戦？ま、経験はあるけどあんまりやりたくはないね。じゃあ一体どうして？それは、ちょっと待ってて。この辺なんか怪しいかも。ここをこうしてっと。隠し部屋？領主だの貴族だのなんてのはね、どこの国でも臆病者って相場は決まってるものなのよ。だから何があっても自分たちだけ助かるようにいろいろと準備をしているってわけ。ま、中には自分から先頭に立って戦う変わり者もいるけど。ああ、いるね。私もこの間そういうタイプの王様に会ったよ。
それはまあいいや。とにかくここの漁師は臆病者だったと。それもかなりのね。ほら、隠し部屋の奥にもう一つ隠し通路の入り口まである。外まで通じてるみたい。よっぽど自分の命が惜しかったみたいね。なるほど。一つ勉強になっちゃったわ。確かにここならしばらく安全に身を隠せそう。身を隠してどうすんのよ、私たちは。まあまあ、とにかく続きは中で話そうよ。さてと、時間もないことだし、ざっくばらんに行きましょうか。縁あって一つの焚き火を囲った中、独り占めっていうのは寂しくない？独り占め？は？あんた何言ってんの？ああ、なるほど。この人たち、そういう。とぼけなくてもいいじゃない。この町の人間全部を敵に回して逃げ切るのは大変だよ。ここは手を組まない？腕はさっき見せた通り、働きには期待してもらっていい。物を山分けでも損だとは思わせない自信はあるわ。だから何の話よ。私たちは国務の。はーい、ラフちゃんはちょっと静かにね。お二人の提案は分かったわ。確かに魅力的かもしれないわね。いいわね。あんたは話が早そう。じゃあ、早速聞きたいんだけど、当然調べはついてるんでしょ？実際に、あったの？そうね。昼間聖堂で見ただけでもかなりの量だったわ。私の隣にいたおじいさんなんて、こんな大きな宝石を惜しげもなく差し出しちゃって。あ、そういうこと？あの様子じゃ、私が見たのが全部とはとても思えないわ。どこかにまだ山のように隠してるかもしれないってわけね。そうだったとしても、全然驚かないわね。夢があるじゃない。これは面白くなりそう。ちょっと待って。これは重要な決断だから。はい、ペレーネ。あんたちょっとこっち来る。相談なら早めにね。さすがに夜明けまでは隠れていられないよ。まずいでしょ、その取引は。もともとはあのリソルって女がみんなを騙して巻き上げたものだよ。それを山分けとか、それじゃ私たちが泥棒になっちゃうよ。ラフちゃんは本当にいい子ね。私、ラフちゃんのそういうところ、すっごく大好きよ。ペレーネ。でも、よーく思い出して。私、他にあったとしても驚かない。としか言ってないわ。お金や宝石をあの子たちにあげるとか、私たちがもらうとか。そういうこと、一言でも言ったかしら。いいえ、言ってないわよね。え？私の話を
あの二人がどう解釈するかまでは私にはわからないけど、任務を果たすのに人手が多い方が助かるのは確かだし、ここは協力してもらいましょうよ。ペレーネ、あんた怖い。相談はまとまった？あなたたちの提案、お受けするわ。あの偽聖女に一泡吹かせるところまでは協力し合いましょう。それで、私からも一つ提案があるんだけど。おあつらえ向きに月が雲に隠れたわ。闇はいつだって私の味方。よーし、せっかくだからここは派手に行ってみようか。ちょっとあんた、なんでそんな目立つようなことするのよ。だって陽動するんだったら派手な方がいいじゃない。陽動か本命かは別に決まってなかった。どっちでもいいことになってた。ペレーネたちに敵の目を引きつけさせておいて、こっちは闇に紛れて夜をかける。その方が私のイメージに合っててかっこいいのに。そうなの。まあどっちでもいいならいいじゃん。始めちゃったし楽しくやろうよね。もうなんでペレーネは急にこんなこと考えたのよ。ビクトラちゃんとルアーサちゃんはまだ町の人や聖女に顔がバレてないと思うの。ビクトラちゃん。あの騒ぎのどさくさに紛れてささっと手引きしたからね。それで追っ手は巻いたし、犬って呼ばれてた魔物も倒したわ。そうなると向こうは私たちが4人に増えたことには気がついてないわよね。そりゃそうね。なるほど、わかったわ。二手に分かれようってことね。一方は陽動で連中の目を引く、もう一方はその隙にお宝をいただくと。でも二手に分かれたとしてもどっちが先に人目につくかはわからないわよね。だからここは思い切ってペアを入れ替えたらいいと思うの。そうしたらどっちが先に見つかっても町の人は私かラフちゃんどちらかの顔を見て「あいつらだ、いたぞ!」ってなるでしょ。先に敵にバレた方がそのまま陽動をする。どっちもバレなかった？その時は4人で同時に偽聖女をやっつけちゃえばいいんじゃないかしら。確かにそうだね。そういうわけだからラフちゃんはそちらのルアーサちゃんと行動して。私と離れ離れで寂しいと思うけどラフちゃんなら平気よ。寂しくない。ペレーネこそ私がいないと困るんじゃないの。そうね。でも私も頑張るわ。
ほらほら、早速私の銃声に惹かれていっぱい集まってきたよ。いたぞ、昼間聖堂で見た顔だ。邪悪の魔女だ。わ、人間と魔物が仲良く並んでるって変な光景だね。まあいいか、細かいことは気にしない。派手に行くよラフ。ちょっと、だから勝手に突っ走らないでよ。ああ、もう面倒だ。全員まとめてかかってこいなんてね寂しくない。寂しくなんかない。あ、何？けどどうもペレーネじゃないとやりにくい。それがなんかムカつく。まだ続ける？真なる闇に抱かれ、夜の底で永遠の眠りにつきたいのなら来なさい。ほらほら、どうする？こっちはいくらでも相手になるよ。一旦引け。仲間を集めるんだ。逃げてった逃げてった。次はせいぜいたくさん引き連れてくることね。また無駄なことに力を使ってしまったわ。やれやれね。ねえ、なんかこうドヨーンとした感じのそれ毎回やるの？ドヨーン？何？文句ある？ないない、なんか面白いなーって。ねえ、もっとやってよそれ。文句はなくてもバカにしてる？だからしてないって。気を悪くしたらごめん。私いつもこんなだから。まあじゃあお詫びに私のとっておきの秘密を教えてあげる。とっておきの秘密？あんたがホムンクルスだってことならもう知ってるよ。どうしてわかったの？私そんな話一度も。まあ魂の作りを見ればそれくらいはね。深淵に潜む闇の魔女たる私に隠し事をするだけ無駄ということよ。深淵に潜む闇の魔女。ねえ、そういう設定っていうの？それって自分で考えるの？設定って言うな。これは私が私でいるための核。そう、核なの。今の表現はなかなかいい感じね。核ね。面白い。あんたすっごく面白い。ねえねえ、どういう時に思いつくの？そういうの。私もやってみようかな。寝る前とかに考えたらいい？それともお風呂入ってる時？なんなのよ急に。もしかしてあんたもこういうの好きとか？どうかな。私空っぽだからさ。好きとかそういうのは
まだよくわからないのよね。今度はいきなりアンニュイな表情。あんたの言う通り、私はホムンクルス。ある男に作り出された偽りの命。そんな私にあるのは戦うことだけだった。それが嫌だった。だから自分が面白いって感じることだけに従って生きていこうと思ったの。だからあんたがすごく面白そうな生き方してるように見えて、ちょっと眩しいんだ。何それずるい。いやいやいや、あんた本当に気づいてないの？戦うことしか知らない空っぽの私、作り出された偽りの命。いちいちやばいんですけど、ギュンギュン来るんですけど。いい、すごくいい。だからもうちょっとほろ？大丈夫、まだ少し時間あるから。このペレーネって女、ほやっとしてるように見えて全く隙を見せないね。なんでしょう。何か私に聞きたいことでも？あんた、今の音はルアーサの銃。やっぱりあっちのペアが先に見つかったわね。やっぱりね。あんた怖い女だったんだ。そんなことないわよ。その話し方、物腰、笑顔、すべてが計算づくの仮面。そうじゃなかった。気心が知れた相棒を入れ替えるなんていう策、思いついても実行できない。仮面だなんて考えすぎよ。とぼけなくてもいいわ。別に責めてるわけじゃない。要するに仕事が終わるまでお互いに相棒を人質にして裏切れないようにしたんでしょ。元のペア同士じゃ先に本命を引いた方に利益を全て持っていかれちゃうものね。それを防いだ上でさらに自分が本命を引き当てる確率が上がるように手を打った。あなたは随分と人を信用しない人生を送ってきたのね。そしてそういう生き方に誇りすら持っている。あなたこそ怖い人。褒め言葉と受け取っておくわ。もちろん一番信頼できるタイプの人ね。こういう状況の時は特にね。ほら見て、あそこ聖女様が乗ってる輿がよーく見えるようになってるわ。本命はやっぱりこっちか。ずいぶん取り巻きが減ってるね。陽動は成功。あとは聖女様にゆっくりとお話を聞くだけだわ。でもその前に最後に残った取り巻きどもを片付ける。あちゃんあちゃん、終わった
文句や格闘士なんて呼べる構えでも技でもない素人以下のデタラメ。だけど強さもデタラメ。なんて女よ。なんだこいつは。聖女様、聖女リソル、私たちにお力を。ほら呼んでるよ、聖女様。かわいそうに助けてあげないの？他にも仲間がいたのですね。なんということでしょう。あなた方はご自身の両親に恥ずかしくはないのですか？このような無法許されません。私こんな話し方だから信じてもらえないかもですけど、実はものすごく怒ってるんですよ。分かってもらえます？そうやって塵一粒分も真実のない言葉で誰かを欺く人、私嫌いです。空気が震えてる。陶器とかそんな生優しいものじゃない。私はただ人々の平穏な生活を祈っているだけ。嘘です。そのように何もかもを疑ってしまうその心がけこそ罪深いことなのだと。それも嘘ですね。もういいんですよ。私分かっちゃうんです。嘘とは違うんですけど、本心を隠して素直になれないこと長くお付き合いしてるので。ほんとビーガの言う通りね。うざいわあなたたち。聖女様。面白い遊びだったのに残念。私もあなたみたいなタイプは嫌いだわ。消えてくれる？あら、それは本心みたいね。ビクトラちゃん、合図の方お願いするわね。合図？そうだ、ルアーサたちにこっちの位置を伝えないと。このボムのかけらを放り投げて空中で爆発させれば。大きな音。これならどこにいても気がつくわね。でもラフちゃんたちが来る前にやっつけられるならその方がいいわよね。見かけによらないバカ力だこと。そちらこそ見かけによらず頑丈なのね。そういうレベルじゃないわよ。二人ともはっきり言って化け物じゃないの。命あってのものだね。さっさともらうものもらっておいとましたいのに。ルアーサ、あんたは一体どこをほっつき歩いているの？おお、聖女様が我々のために戦ってくださる。邪悪の魔女相手に一歩も引かず。皆
聖女様に加勢するんだ。勇気を出せ。うわあ、バカ！あんたたち、よしな、死にたいのかい？素敵な光景じゃない。みんな私のことをそんなに信じてくれて嬉しいわ。みんなのその気持ちありがたく使わせてもらうわね。何を？まさか成長さどうして我々はリソル様をお守り。ひどい。後ろから。あんた、本性を表した途端、やり方がえげつないね。ああ、いいわ、その絶望の表情。あなたたちだけに教えてあげる、本当の私を。ほら見て、あなたたちの絶望から生まれる上質な国務の力、それを浴びて輝く私の姿を。逃げることないじゃない。いつものように私に全てを委ねれば。そこまでよ。私の草原の魔弾はすでにあんたを空なる結界に取り込んでいる。闇をもてあそび愚弄した者をいずれ闇に復讐される定め。私たちはその大行使。もうあんたに逃げ場はない。覚悟するのね。今夜の月があんたが見上げる最後の光になるのよ。そこ、今夜より今宵の方がいいな。今宵ね。ありがとう。次からそうする。ルアーさ、あんた何言ってんだい？あら、なんだか二人とも息ぴったりじゃない？私の思った通りだわ。二人は気が合うと思ったの。いいお友達になれたみたいね。ちょっと焼けちゃうけど。思った通りって。何この空気、私がおかしいの？ビクトラ、そこをどいて。この芸道への鉄槌は私たちが下す。空なる草原の銃がルアーサと深淵に潜みし闇の魔女ラフがね。ふざけてるのそれ。ここまでバカにされるとさすがの私も腹が立つわね。今集めた国務の力もちゃんと持って帰ってあげようかと思ったけど気が変わった。ここで全部あなたたちに叩きつけてやることにするわ。ふざけてなんかない。あのおじいちゃんは私のこと本当に心配してくれてたんだ。私たちのせいだ。私たちなんかに関わらなきゃ。おじいちゃんはラフちゃん。だからせめて敵は撃つ。今宵の私はマジのマジだから。
じゃないわよ。こんなみっともない。やっぱり戦いなんて柄じゃなかったわ。ビクトラ、今だよ、決めて。ペレーネ、花持たせてあげるんだからしっかりやってよね。あ、もう調子狂う。やればいいんでしょ、やれば。こういうのは深く考えたらいけないものよ。水のように流れに任せちゃうの。どいつもこいつも好き勝手なこと言ってるんじゃないよ。必殺すごい回し蹴りトーもうやめようやめ。付き合ってらんないわ。人形来なさいよ。ルルギア、あんたまたどっから出てきたのよ。なに造園とか聞いてないよ。クリスタルの戦士は抹殺する。尺だけどリアルドに感謝しないとね。嫌な汗かいたわ。もう少し遊びたかったけど、国務の力は十分に集めたし、潮時ってやつかしら。どうせこの町ももうおしまいだしね。この意味わかる？追い詰められて助っ人呼んで負け惜しみとかダッサ。なんとでもおっしゃい。じゃあお人形、あとは任せたから。やっぱそうなの持ってるじゃん。偽聖女の用心棒ってところ。どうする？やるの？倒す。いいの？やるなら本当に全力よ。ルルギア君強いし。そうしなきゃ目覚めないって言うならしょうがないでしょ。本気でぶっ飛ばせ。なんか様子が変だよ。あー、びっくり。ルルギア君本人じゃなくてビジョンだったんだわ。ビジョンだったら。ちょっとラーフ、何してんの？あれがビジョンなら本人の意識の断片が残ってるかも。私の魔力と感応させて少しでも情報を。城？どこかの城だ。ルルギア本人はここに。夜が明けたね。まったくひどい夜だったよ。どうするんだいあれ。聖女様、聖女様はどうなったんだ？いなくなってしまわれた。私たちを見捨てて。私見てしまったのよ。
女様が背後から人々の命を。信じられない。信じられない。聖女様は俺たちを捨てた。裏切った。領主もいない僕たちが吊るしてしまったんだから、もう誰も僕たちを守ってくれない。そうだったんだ。偽りの救いにすがってしまった報いだとしてもやるせないわね。もう誰も私たちを捕まえようっていう元気すらないみたいね。元気があろうがなかろうが、自分たちのしでかしたことは自分たちで責任を取るしかない。それが世の断りってもんでしょ。まったく、なんでこんな。ほらこれ。あ、ビクトラ、その金か。いつの間に。これは私たちが聖女様にお渡しした。他にも聖堂の中にまだ手つかずで残ってるってさ。全部合わせりゃしばらく町を運営する足しになるでしょ。知らないけど。あら、ただ働きは死んでもごめんみたいな方かと思ったら、意外と優しいところあるんじゃない。うるさい。こんな新規臭い曰く付きの金奪ったらこっちの運気が下がるって思っただけよ。お二人はこれからも旅を続けるのかしら？そうね。どこへ流れ着くかはその日の風次第。そんなところよ、いつもね。今度こそ暖かくてのんびりできる場所に行けるといいけど。じゃあここでお別れね。お元気で。旅の無事を祈っているわ。最後までその調子？本当に食えないわ。あんたにはまんまと担がれたよ。この世には私ほど悪い女はいないと思ってたけど、まだまだおっかない奴はいるものだと考えを改めさせられたわ。まあ何のことでしょう。でもお二人の協力があって助かったわ。まあいいわ。ほらルアーサー行くよ。こんな感じ？ルアーサー？いやいや、腕はもっとこう、せっかくの二丁拳銃なんだよ。ビシッと決めないと。じゃあこうか。やだそれ、すごいかっこいい。あと絶対に銃口は横向き。横打ちはロマンだから。で、こうちょっと銃口の位置は揃えずにずらす。クール。オッケー。あんたに教わった決め台詞も練習しないとね。楽しい。だから何やってんの？あらあら、すっかり仲良しさんね。二人とも行っちゃったわね。寂しい？ラフちゃん。別にそんなことより、あの偽聖女を逃したのが残念だったわ。ランダルでもこの町でもああいうやり口は私も許せないわ。ほんとムカつく。次に会ったら絶対に閉めるよ。
ヘレーネ。そうね。その時は私もお手伝いするわ。でも今は。分かってる。ルルギアのことでしょ。とにかくみんなに報告しないと。それじゃあ帰りましょうか。うん。ルアーサ、元気でね。私のビジョンを倒してくれたか。これでいい。まだ意識をしっかりと持っているか。大した精神力だ。ディアレド。さすがはこの世界の均衡を守るなどと大口を叩くだけのことはある。だがお前たちはまだ知らないだけなのだ。何？真の均衡、真の安定、美しい世界のありようをお前たちは知らない。いずれその目で確かめることになる。それまではせいぜい役に立て。うわあ！